はい、それではお羊座さんのリーディングをしたいと思います。よろしくお願いします。はい、こんにちは、R です。皆様いかがお過ごしでしょうか。いつもたくさんの応援ありがとうございます。はじめましての方はよろしくお願いします。このチャンネルはカード占いで遊んでいるチャンネルです。出たカードに直感を交えてリーディングをします。本来の解釈とは違う場合もございます。また個別リーディングではございません。当てはまらない場合はスルーしていただいて構いません。ピンとくるものだけでも受け取ってもらえたらと思います。今回はタロットをメインとした4月下旬から5月上旬の総合的な運勢となります。これまでのルノルマにつきましては大人の事情ということでどうかご了承ください。オリジナルのスプレッドとなります。展開しながら説明をしますので最後までご覧いただければと思います。今回もよろしくお願いいたします。はい、それではカードの方展開してまいりましたので早速見ていきたいと思います。まずは左上の方から見ていきます。こちらは心の部分のところとなります。まずは一番左側になるんですけども、こちらは現在のエネルギーとなるカードでございます。現時点で、全体的な運気や状況を象徴するカードでございますね。はい、ハイプリエスさん来ましたね。はい、学び、神秘性、さまざまな内容が意味するカードでございます。大アルカナですのでね、大きい形で、そうだね、古きを得るものがあったりとか、学びをあったり、神秘性、さまざまな意味があってですね、ちょっとね、読みづらいカードにはなってくると思います。そうだね。秘密を抱えていらっしゃるのかなとか、もしくは隠された問題に対してそれがね、見えてきていて、その問題を解決しなければいけないというような、そういったところをですね、もしかしたら抱えているのがね見えてきたりとかするのかなということで、今のあなた様のね、現状のエネルギーということで、もしくはあとはその上で白黒はっきりつけるというようなね意味合いもあったりするのかなという気がいたしますが、いかがでしょうね。決断であったりとか先に進むであったりとか、何かそういった方向性を定めなければいけないような、ところにいらっしゃるのかなという気がするんですが、いかがでしょうか。はい、そのまま2枚目3枚目と見ていくんですけども、こちらがですね心の内側を意味するカードとなります。内面的な課題ですね。感情の動きを表すカードとなります。はい、じゃん。キングのワンドさん。ということでですね、今のあなた様の内面の中の感情としてはですね、非常に力強くね、胆力が目覚めている、燃えているというようなところでございます。キングということでですね、何か支配をされていらっしゃる、自分自身を支配している状態であったりとか、もしくはですね、ご自身の中でさらに、ステップアップをされたいというような向上心を持っていらっしゃったりとかいうようなね、非常にその強胆な、胆力が今あなた様の無意識の中にあると。ちょっとすいません。はい、すいません。ちょっとサイレンが響いておりましたので、一度中断させていただきました。はい、ということで、心の内側は今、強胆にあるよということで、胆力が非常に燃え上がっていらっしゃるよというふうに見ていただければいいかなと思います。ということで、3枚目、こちらがですね、焦点となる場所でございます。今、あなた様が今、最も注目すべき分野というところですね。それか、努力すべき、テーマを表すカードとなっております。じゃん。はい、逆位置は取りません。すべて正位置となります。はい、今、思い出の部分ですね。はい、カップの6のカードが出ておりますということで、そうですね、思い出を意味するカードになっているんですけど、今、あなた様の中で、ちょっと過去を振り返る、あの頃の自分というものであったり、今の自分というものに対して、その違いであったりとか、心の葛藤だったりとか、考え方だったりとか、そういったものがですね、変化をされていらっしゃるのかなということに気づかされたのかなというところかなと思うんですよね。内面のところで今このね
ものすごい情熱胆力がね、みなぎっているという状況にあって、昔の自分はそんなにね努力家ではなかった、すごく情熱的な人間ではなかった、どこかでクールな人間だったよねとか、そういったところをですね、その変化の違いというもの、いうところに気づいていらっしゃるのかなと。こんな自分じゃなかったなというようなところに対してですね、すごく不思議な感覚をお持ちになっていらっしゃるのかもしれません。そこでですね、改めて、自分の内面に対して、違和感というものをもし感じられたのであれば、昔をちょっと思い出してみたりとか、あなた様の軸となった部分ですよね。冷静で沈着な自分であったりとか、すごくね、キャピキャピというか、なんていうのかな、過去の自分というものを振り返るというところをですね、改めて、自分の反省する、過去の自分を反省されたりとか、もしかしたらですね、ここに出てきている人生のテーマという、今回のね、4月の下旬から5月の上旬、のこのテーマというのは、あなた様の過去と向き合うというところがですね、心の葛藤としてあるのかもしれません。どこかでその過去に、負けていた自分、自分の弱かった自分というものに今立ち向かえるだけの、レベルアップをしてきたのかなというふうにですね、成長したよねっていうような、ところに、気づかされてきたのかなというふうに見ておりますが、いかがでしょうかね。そういう意味ではご自身が今立ち向かうべきは過去の自分というふうにね、この3枚からは見て取れます。そんな中でね、改めて、次へとね進んでいくのですけれども、ここでですねちょっとねロプテインのオラクルカードを見ながらですね、あなた様のちょっとね心理状況を深掘りしていこうかなと思います。はい、ごめんなさい、ちょっとすいません。はい、たびたび中断、カットしている状態だと思うので大丈夫だとは思いますが、またサイレンが鳴ってしまったので、止めてしまいました。はい、ではロプテインの方から、無意識のところであったり、あなた様の心理状況を深掘りしていこうと思います。はい、ということで32番のカードでございますね。はい、こちらちょっとね、カンニングさせていただきながら、あなた様のね、深掘りをしていこうかなと思います。32か。はい、はい、ジェネアロジー、はい、家系ですね。はい、ご先祖様。その辺のところにキーワードが無意識のところでいらっしゃるというところなんですけど、思い出であったり家系ですか。はい。このカードのですね、テーマなんですけども、家系図や遺伝、そして家族の歴史や個人の関係性をテーマとしております。私たちの経験や行動パターンが家族の過去や遺伝的な要因によって影響を受けている可能性を示唆していると。このカードは自分自身の行動パターンや思考回路を客観的に見つめ直し、家族の歴史から解放されることの重要性を伝えておりますと、いうところですね。例えばですね、これまでのあなた様の家系というものは堅実なご家庭であったけれども、今あなた様はどこかそういった殻を破って冒険をしようとするような、そういったところにですね今心持ちがあって、好奇心が湧いているような状態なのかもしれませんよね。みんなこれまでね真面目で固い、環境の中で、とかものすごく勤勉な家系でいらっしゃった中で、あなた様だけはちょっとどっかずれていたり、もしくは考え方が違っていたりとかいう風なところがあって、こう、ギャンブルチックではないにしても、その冒険心であったり好奇心の捉えどころというものがですね、ちょっと違う。例えば会社員であったりとか社会人であったりとかのすればですね、本当に、毎月のお給料サラリーをいただいた上でお仕事をされているんだけれども、あなた様はどちらかというと歩合制な世界、その時の浮き沈みがあるかもしれないけれども、
歩合制な世界で、自分というものを試したがっていたりとか活躍していたりとかいうような、例えばこういった YouTube であったりとか、もしくはまたそういう自由業、であったりアーティスティックなお仕事であったりとか、そういったところで自分というものを試されたい、もしくは伸ばしていきたい、それは自分がこれから安定するね、基盤となるかもしれないということで、過去にですね、ご自身の家系の中でそういったことにチャレンジされている方がいたのかなとか、いなかったのかなとか、いうふうにですね、思われたりするのかもしれない。もしかしたら、そういう希望はあったけれども、ね、過去の先人たち、あなた様の家系の中ではそういった冒険をするような、家業には入らなかったと。でも気持ちはあったよ、実はそういうことをやろうとしていたよみたいなのを見つけられたりとかね、例えばですよ、例えばの話としてそういった自分の考えが家系のねその、流れとはちょっとずれている、先祖代々のね考え方はたくさんいらっしゃると思うので、ちょっとね、今あなた様の好奇心というものはどこかこれまでと違うところに行こうとしているから、先人たちにはそういう人いなかったのかなというようなね、そういったところをもしかしたらね、探そうとしていらっしゃるのかもしれないし、今の自分の気持ちを受け止めてくれるような家族ですよね、というものをどこかで求めていらっしゃるのかなという気がいたしますが、いかがでしょうね。はい、生き方がねこうだんだん自由というかね、いろいろな生き方が増えておりますので、その中で実績を積みたいのかなという気がいたします。はい、ではですね、その上で、心持ちがちょっと見えてきたところで、あなた様の行動に関するこちらの3枚の方を見ていきたいと思います。まずは一番左のカードになるんですけども、こちらがですね具体的な行動になります。目標達成であったり前進に向けてどのような行動を取るべきかを表すカードとなります。じゃん。はい、あらすごいの来たよ。はい、クイーンオブワンドということでですね、はい、とにかく行動をするね、思い立ったらすぐ行動、興味があればまず移動してみる、その場に出向いてみるというような、ネットの中で何かをこう調べるというのも一つの行動かもしれませんけれども、まず現状というものを見てみたりとか、本当の実際の現場というものを見学しに行ったりとか、とにかくちょっとじっとしているのが嫌だなと、あれこれ考えるよりもちゃんと行動をして、自分で体験をしてみたいなというようなところに今面持ちが出ているのかなという気がいたします。はいね、具体的な行動としてはまずそこになってくるのかなというところですね。はい、ではですね、その中でこちら2番目があなた様のサポートとなる要素ですね。支えとなる要素になります。周囲のサポートや現状の状況を育てるためにですね、大切な要素を探るカードでございます。じゃん。はい、ワンドの4、達成のカードだ。はい、あなた様にとって、もしくは先人たち、もしくはあなた様がなそうとしている好奇心を持っている内容に対して何かもうすでに成功されている方、何かしらの結果を実績を出されている方、そういった方がですね、あなた様の支えになったりサポートとして、アドバイスをくれるような、そんな存在なのかなというような方なのかなという気がいたします。例えばこの YouTube でね、私のところはまだまだなんですけれども、ねおかげさまで順調にこう、見てくださる方がいらっしゃるので、徐々にですね、何らか、受け取っていただける方が多くなってきて、若干ちょっと緊張しておりますけれども、そういうような実績、もうすでにもっとね高く実績を残されている方という方があなた様にとっての支えとなるヒントとなる、方なのかなという気がいたしますね。はい、ではちょっとそのキーパーソンとなる方、右下のところに、ね、お羊座のマークが出ておりますね。同じ星座の方ですね。はい、キーパーソンとなるか、残念、私サソリ座ですので私はキーパーソンじゃないということで、はい、支えとなる方、あなた様にとってその師匠となるかもしれない、そういった支えとなる方なのかなという方はお羊座さんが
一つの、ねキーパーソンになるかなと見ていただければ良いかなと思います。はい、それではこちら、一番右の行動のところになるんですけれども、こちらがですねあなた様にとっての試練であったり克服するテーマとなる場所になります。これから迎える可能性である課題であり乗り越えるべきハードルとなります。じゃん。はい、クイーンオブペンタクルスか。はいはいね。はい、お金に関することかもしれません、もしくは寛容に、動いていくというような意味合いがあります。物質的な意味合いですよね、まず第一に見えるのはこの物質的に、何かをするべきという意味ではしっかり、学んでいこうよということです。例えば本を買ったりとか、どこかにスクールに通ったりとかいうようなね、自分への自己投資をしていきましょうということです。ものすごい高いところに行く必要はないんですね。これは僕の勉強する上での一つの前提なんですけれども、いかにお金をかけないで学べるもの、例えば YouTube で学べるものすっごいたくさんあるじゃないですか。本買わなくても大抵のことは学べるし、スクール通わなくても大抵のことは情報として受け取ることができると思うんですよね。なので興味のある分野に対してまずはそういった動画を見てみたりとか、勉強をしてみたり、それから本を読んでみるというようなやり方をします。それも本を買うのではなく図書館行ったりとかね、借りちゃえばいいんですよ。で、ちゃんとじっくり読んだりノートにまとめたりとかそういう深く勉強されたいのであれば、購入することも考えていかない。これだけでもまだ数千円だと思うんですよね。勉強する上ではもうこれだけでもあらかた結構型っていうものが土台というものができると思います。っていう形で僕は勉強しているので、はいとにかく、スクールに通わずになんとかなるもんなんじゃないかなというところを、考えながらなおかつ、その上でどうしてもスクールに通って先生という存在、師匠という存在のもとで、修行をするべきかなというふうに捉えているんですね。なのでどこが自分が勘違いをしていたりとかそれは一つの考えとして間違ってはいないけどもっと視野を広げたりとかという意味ではスクールに通うというような形で僕はもうこのタロットもそうだしさまざまな勉強する上では、とにかくお金をかけずにできることからやってみるというところです。ただその物質的に、本であったりとか物として存在するもの、普遍的なものというところが一つポイントとなると思いますので、あなた様にとって、このハードルというのは勤勉さの部分になってくるのかなという気がいたしますね。はい、そんな感じでございます。勉強の仕方はたくさんあるんでね、ただお金かけりゃいいってもんじゃないよってことだけ知っていただければいいかなと思います。はい、ではですね、下段の方の3枚の方見ていきたいと思います。こちらの方がですね、アドバイスであったり、最終結果というカードになります。まずは左のカード、こちらはですね、調整とリセットのカードとなります。人生の中でのバランスを取るべき分野であったり、あなた様の改善に向けたリフレッシュを意味するカードですね。はい。あら、素敵。ね、ペンタクルスの2が出ておりますね。はい、循環を意味するカードでもございますし、ペンタクルスということでこう実績であったりとかねいうものですかね。ハーモニアスチェンジということで、柔軟に対応していくこと、それから順調に、進むよというようなねリフレッシュをしていくという意味でもあるんですけれども、一つ一つしっかり学んでいくことで順調に学びを得られますよというようなね、カードです。で、学びを得ることでいろいろなことに気づいて、それがあなた様にとってのリフレッシュとして、動いていくのかなというようなことでございますので、あなた様にとってその気分転換というのはこの学びの部分であったり気づきの部分というものが一つこう問題解決の中でね、なんていうのかな、ヒントとなるものがいくつか得られるのではないかなと、一つね頭を柔らかくして狭い視野にならないように広げていくことが大事かなというふうにこちらのカードはおっしゃっている気がいたします。はい、それではですねこちらが基盤と安定を意味するカードとなっております。基礎的な安心感であり現在の土台を築くためのアドバイスとなります。はい、行きましょう。じゃん。
はい、切磋琢磨ワンドの5ということで、なかなか安定をするためには様々な葛藤じゃないですね、ごめんなさい。ライバルなもの、自分自身との戦いというようなところですかね。誰かと競い合うというようなところもあるかもしれませんけれども、一旦ここではですね、停滞を意味する5の番号が出ておりますので、ただその中でもあなた様が土台を築くためにはやはり、戦うべき相手、であったり乗り越えるべき相手というものがライバルという存在がいらっしゃるのかなとか、もしくは自分自身のより成長ということで過去の自分ね、こちらにも出ておりますけれども、過去との自分との戦いというようなところに、いらっしゃるのかもしれません。もちろんそれは家族との戦いかもしれませんし、その考え方の違いというものに対してぶつけ合うようなところがあって、もちろんそれはご自身を安定させるためのアドバイスというふうに見ておりますので、やっぱりちょっとどこか違うなというのを、改めて感じる、のかもしれません。なので、そういうところも踏まえてやはり考え方が違うんだなというところからさらにちょっとね、ご自身というものをさらに確立していく、自立していくといえばいいですかね、そういうようにね受け取っていただければいいなと思います。これはそういう意味でのね、自分との戦い、になってくるなと、思いますね。はい。はい、ではですね、そのまま最終のカードといきたいと思います。未来への展望ですね。未来の可能性の希望となるカードは、おっと、ソードの9ですよ。はい、最終結果のところでは、眠れないほどの葛藤になってしまう、考えすぎてしまうのではないか、というようなソードの中でですね、さまざまな自分のへの重圧をかけてしまうのではないかなというような展開のカードでございます。そうですね、すごく視野が狭くなってしまう可能性があるのかなというところになると思います。それだけ今回戦う相手というのは過去にも勝てなかった自分になるかもしれないし、ご家族という方での対立という方になってくるので、すごく自分の考え方とは違うっていうような、言ってることはまともなんですけれども、それに飲まれちゃいけないっていうものに対してすごく眠れない日々を過ごしてしまうかもしれません。ただその月末月初の中で、このソードの9が出ているってことは切り替えるタイミングに対しての不安というものもあると思うんですよね。ついつい考えすぎてしまったりしている、どこかであなた様の優しさであったりとか自分の決断というものを鈍らせてしまうような、葛藤の部分ですね。これこそこっちが葛藤の部分となりますので、自分がやりたいなと思ったことに突き進んでもいいのかな、多分周囲が反対するだろうなというふうにね、思い込んでいる状態。実際に多分一言もそのことに対して、あなた様の好奇心に対して、家族にお話をされたり相談をされたりすることがなかったんじゃないかなと見るんですよね。だから、例えばその恋愛関係で言えば、この人と一緒になりたいけど絶対親は反対するだろうなとか、あなた様が、向かおうとしているところは不安定な世界だから成功するわけがないって言われるだろうなとかいうふうに、全てにおいてあなた様の考えを否定するであろうなということをすでにもう思われてしまっている。決断したり行動したりするところに対してどこか一歩ね、向き合えにくくなってしまっている。周囲は、自分の考えを否定するだろうなと考えすぎているよということです。まだ何にも言われてないですからね。考えすぎているよっていうことを、まず受け取っていただけたらいいなと思います。ただ、そう思っているだけ。ちゃんとそう言われたわけじゃないというところにありますので、アドバイスを受けるこちらの方、達成をされている方、そういった方の助けを得る上で立ち向かうかどうかは今の段階ではもやもやしてもいいかなと思います。
要は成功するか失敗するかこう両方の決断しか言われないんだろうなみたいな、ズバッとした言われ方をするだろうなというものに対して、今自分が学ぶべきことがまだ始まっていないのであれば、学んでから考えたらいいんじゃないかなという気がいたしますね。好奇心はすごくね、あなた様の原動力として働いているこの胆力という部分がね、全てを物語っているのかなという気がいたしますので、まずは小さな行動からしてみるところからいくといいなというふうに僕はこのね展開から見ております。何か殻を抜け出したいんだなっていうようなね感じがひしひしとこう伝わっておりますので、今回のお羊座さんね、4月の下旬から5月、新しい世界に向かいたいのかなっていうような展開に対して、ついつい周囲を気にしてしまうのかなというところが、出ておりますので、学ぶだけだったらね、まずは一つの取っかかりとしてはありなのかなと思いますので、まずはね、ちょっとその世界を知ることからスタートするのがいいのかなというふうな気がいたします。はい、こんな感じですかね。新しい展開のスプレッドとなっておりますので、何かの参考になっていただければいいなと思います。はいね、最後までお付き合いいただいてありがとうございます。実はですね、このスプレッドね、日本の懐石料理、宴会で出てくるね、懐石料理をモチーフにしておりますね。はい、こちらが先付けね、椀物向こう付けね、煮物焼き物揚げ物となっておって、こちらが酢の物、ご飯味噌汁、そして最終のところに来るのは水菓子というふうにね、こんな感じで、ちょっと作ってみたんですが、そうですね、見ていただける方に寄り添えたメッセージであったりアドバイスを届けられたらなと思って展開してみましたが、いかがでしたでしょうかね。高評価低評価チャンネル登録コメントなど励みになりますので応援していただければなと思います。あとで、定番の、ケールと十字の方でも遊んでおります。こちらも見ていただけたらなと思いますのでよろしくお願いします。はい、ではですね、次回もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。